本当にそれでいいの？後悔はしない？そう。オーケー、わかった。それが君の決めた答えなら、僕は喜んで力を貸そう。何かな？それはおかしいな。君の記憶を引き出すトリガーがあったはずなんだ。それに気づかなかったのかな？よく考えてみてよ。例えば、君は現代からこの時代に何か持ち込まなかった？そういうものがトリガーになりやすいんだけどな。どう？思い出した？構わないけど、なぜだろう？律儀だね。決心が由来でも知らないよ。それは結構。じゃあ、行っておいで。僕はここで待っているから。やあ、コリスちゃん。何をそんなに息を切らせている？その姿は久しいな。やはり丈の短さはいささか気になるが、お前に似合っていてとても可愛らしい。それは、本当かい？そんな顔をするものではない。笑い止め！ほら。そうか。お前はすでに、記憶のほとんどを取り戻していたのかい？家族のことも、友人のことも、かつて住んでいた町のことも、思い出してしまったというのだね。おめでとう、と言うべきなのか。すまないが、今の僕には、適切な言葉を見つけることができない。なぜ謝る？お前にとっては望ましい結末ではないか。僕もいつかこんな日が来るのではないかと思っていたのだ。予想以上に早く訪れてしまったが。一つ聞いてもいいだろうか。
今夜はどこの家に帰るつもりなのかい？その沈黙が質問の答えなのだね。お前が自分自身を取り戻した今、僕はその決断を曲げることはできない。ただ、もう少し長く。いや、なんでもない。どうも今夜はうまく言葉をつなげることができなくて困る。分断の末席を汚している身なのだが、我ながらあまりの語彙の少なさに情けなくなるほどだ。さあ、その顔をよく見せておくれ。なぜ泣きそうな顔をしているんだい？まったく、これでは別れ話をしているようではないか。僕はね、お前をいじめるのは好きだが、泣かせるのは好きではないのだ。僕とお前はいつでも会いたい時に会うことができる。そうだろう。同じ世界に生きているのだから。これが最後の口づけにならないことを今は祈るよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。西洋記述博士が送る世紀の大マジックショーだよ。さあ、こちらの気の毒なお嬢さん、箱に入るとあら不思議。私が3秒数える間にきれいさっぱり消えてしまいます。勇敢なお嬢さんの運命やいかに。見事成功いたしましたらご喝采。では参りましょう。3、2、1。
大貝さん？なんだい、俊宗。ん、何をしているんですか？何って、まんじゅう茶漬けを作っているのだ。わざわざ聞くようなことでもないだろそれはそうなのですが、なぜ3人分作っているのかと思いまして。う。3人分？ああ、いつの間に。彼女の分ですか？違う。第一、あの子は自分の家に帰ったではないか。俺は、ふみさんのことを言ったつもりなのですが。俊宗。なかなか憎たらしい口を聞くようになったな。まったく、誰の影響だか。ええ、大貝さんからは存分に影響を受けていますよ。俺、大貝さんのことは尊敬していますから。なんだい、やぶから棒に。お前が僕を尊敬しているのは知っているが、あえてそれを口に出す真意は何なのだ？別に、何も企んではいません。ただなんとなく言いたくなっただけです。ほう。随分と静かになりましたね。この家も。つい先日まであんなに騒がしかったのが嘘のようです。ああ、確かに。あれは何というか、まるで長い夢を見ているかのようだった。何せ突然現れたと思ったら、突然消えて。幸せな夢ではあったが、どうも目覚めが寂しくていけない。ええ。俺も寂しいような気がします。ちょっと少しそれなりにですけどね。大貝さんほどではないですが。ふん。バカを言ってはいけない。寂しいには寂しいが、ほんの少しだけだ。僕はお前ほど落ち込んではいない。俺は落ち込んでなどいません。むしろ静かになってせいせいしています。はは。意地を張るな。意地なんて。まあ落ち着け。ちょうどまんじゅう茶漬けがいい塩梅に仕上がったところだ。男二人で虚しいが、味わおうではないか。ほほう、そうか。言葉に詰まるほど嬉しいか。まあ無理もない。尊敬している相手が作った料理を食べられるのだ。感極まるのも当然のことだろう。いえ、さあ、ぐっといけ。一気に書き込むのだ。大貝さん、やっぱり彼女に戻ってきてもらえませんか？俺一人でこの責務を担うのはちょっと。つべこべ言うんじゃない。そら、一気に食べたまえ。話してください。やめ。ああ！へえ、あんなに帰りたいと言っていたのに？誰か大切な人ができた？その人と離れたくないんだね。それなら離れなければいいよ。離れたくなければ離れなければいい。おそらくその人も君と同じことを思っているはずだ。いいや、
簡単な話さ。どんなに大掛かりなマジックでも種明かしをしてしまえば仕掛けなんて拍子抜けするほど簡単なものなんだよ。信じられない？じゃあこれからすごいマジックを見せてあげよう。君だけの特別サービスだ。今からここに君の大切な人が現れるからね。心配しなくても大丈夫だよ。明治だろうが現代だろうがどこにいたって彼は君のことを大切にしてくれるはずだから。幸せになるんだよ。コリスちゃん、そろそろ起きなさい。こんなところで眠っていては風邪をひく。寝るなら自分の部屋で寝なさい。ああ、もちろん僕の部屋でも構わないが。こら。僕の誘いを無視するとは、なかなかいい度胸ではないか。言い訳は、聞きたくない。この僕と一緒にいるというのに、僕以外のことを考える余裕があるのかい？よそ見をしていいなどと教えたつもりはないのだけどな。違う。もっと上目遣いで甘えるように言いなさい。ごめんなさいの後に、あなたをつけるとより効果的だ。お前に嫌という権利はないのだよ。僕に逆らうなら、これからお前のことを、ハニーと呼ぶことにしよう。嫌なら僕の言うようにするほかはなかろう。さあ、いいえ、言うのだ。可愛らしい新妻を意識して。言うのだ、ハニー。ただいま帰りました。やあ、俊宗、お帰り。今日は遅かったではないか。お取り込み中、邪魔してすみません。今彼女に正しい日本語というものを教えてやっていたのだ。言葉の乱れは心の乱れというからね。俺には風紀が乱れているように見えましたが。ま、いいんじゃないですか。もう夫婦になるお二人ですし。そう言われると照れるではないか。ん？だから言ったではないか。お前は僕の
本当の婚約者になったのだと。何か問題でも？何も今日明日にという話ではない。その問題を片付ける時間はいくらでもある。それに僕も僕なりの責任を取らなければ。僕は独断で未婚の女性を住まわせた。こんな事実が公になれば、今後お前自身の縁談に悪い影響が及ぶ。甘い。言葉は悪いが、状況だけで見るとお前はすでに傷物だ。世間の目とはそういうものなのだよ。わからない子だな、お前は。僕はね、むしろ望むところなのだよ。お前は死の子の言わず僕に堂々と責任を取らせればいい。僕が怖いのかい？こんな紳士を前にして、もののけを見るような目をしているではないか。そんなことはない。お前は愛嬌のあるいい子だ。それに前向きで努力家でもある。自分を日々高めようとする姿勢は実に麗しい。それにお前の目は、もののけを見ることができるではないか。芸術を志す者にとっては、これほど心強い存在はない。そうだ。馬鹿を言うものではない。玉よりは尊い存在だ。現にお前は、化けの神を小説の中に戻してくれたのだからね。おいで、コリスちゃん。かわいそうに。お前にはもう逃げ場はないよ。お前は僕を愛するしかない。わかっているね。ここから見る夜空はまるで名前のない絵のようで、星屑をかき分け君を連れ出し、あの森へと急ごう。月のかけらをたどってゆけば、迷わずに
真夜中に手招きする甘くて切ないつぼみ、甘い色の髪が揺れて少女は微笑む。一つください、その手に咲く花の名前さえ僕にはわからない。真夜中に手招きする甘くて切ない記憶、夢から覚めないように唇を噛んだ。だけどこうして鏡の中にいる僕のこと誰にもわからない。僕はここにいるよ。おはようございます。おはよう、俊祖。早起きは良い心がけだ。諸生たるもの、健全かつ規則正しい生活を続けることが何より重要だ。大貝さん、なんだい？できれば俺も起き抜けに家主の裸を目の当たりにするという不健全極まりない生活の輪廻からそろそろ脱却したいのですが。不健全？だって僕の裸の一体どこが不健全だというのだ？できれば人目につかないところで裸になってほしいと言っているんです。行水すること自体は止めませんから。別にどこで裸になってもいいではないか。家主は僕だ。それはそうですが、ほら、奥さんも困っているじゃありませんか。明らかに迷惑そうな顔をしています。こら、なぜお前はそんな困ったような顔をしているのだ？僕の妻なのだから、堂々と振る舞いたまえ。何が恥ずかしいのだ？さあ、もっと堂々と。日中から堂々と夫の裸を凝視する妻というのもどうかと思いますが。夫婦なのだから構わないだろう。僕はね、夫婦というものは一切の隠し事がない関係が理想だと常々思っているのだ。大貝さんは明けっぴろげすぎるんです。まあいいです。俺はもうじきアメリカに行きますし、これからはいくらでも夫婦仲睦まじくしてください。ああ、そういえばもうそんな時期だったか。アメリカだけではなく欧州も回る予定なのだろう？はい、岡倉天心先生と横山大観も一緒に。そうか。しかしお前がいなくなるとこの家も寂しくなるな。いつまでも新婚生活を邪魔するほど俺も野暮ではありませんよ。それでは学校へ行ってきます。あ、
気をつけて行ってくるのだよ。新婚生活か。しかしどういうわけか、あまり新婚という感じがしないな。お前もそう思うかい？やはり結婚前から一つ屋根の下で生活を共にしていたせいだろうか。このままではいかん。我々はもっと夫婦らしくあるべきだ。夫婦としての円熟味を増幅させなければ。ほら、もっと僕にくっつきたまえ。何を恥ずかしがっているのだ。夫婦なのだからくっつくのは当然のことだろう。ふん、くだらない。僕は布一枚ですらお前との隔たりを作りたくはないというのに。そうか、仕方ない。わがままな妻め。さあ、これで文句はないだろう。春草がいなくなるのは寂しいが、これからは夫婦二人きりだ。その新婚生活をゆっくり堪能しよう。ほら、おいで。ところでお前は、おはようのキスというものを知っているかい？西洋では、朝起きると妻が夫に、おはようのキスをするらしいのだ。我が家にもその文化を取り入れたいと思う。ほう。なかなかお前も言うようになったではないか。僕とて西洋文化の猿真似は好まないが、これからの時代、異文化の見習うべき部分は進んで生活に取り入れるべきだと思うが、お前がきちんと返事をすれば話す。ただし、僕の理想の答えならばの話だが。わかればいい。わかったのなら、どうするんだい？さあ、どうするんだい？おはようのキスというのも、なかなか悪くない。むしろいいものだ。これからは忘れず毎朝するように。なんだ。嫌なのかい？もちろん、お仕置きだ。夫婦としての義務を忘れるような妻は、しっかりしつけ直さなくてはならないからね。嫌なら、今からしっかり練習しておくのだ。ほら、もう一度。もう一度。おう、思い出した。そういえば西洋の文化には、
お休みのキスというものもあるらしい。もちろん、我が家にも取り入れるだろう、奥様。幸せになるんだよ。コリスちゃん、どうしたんだい？まだ何か心残りがあるのかい？そうとも。欲しいものがあるなら言ってごらん。何でも買ってあげよう。決まっているではないか。家に帰るのだ。僕らの家だよ。この時代ではないがね。僕はもう二度と失うつもりはない。これからはこうではなく死の人生を歩むのだ。お前と共に。さあ、おいで。僕のコリスちゃん。さあ、お立ち会いお立ち会い。手前ここに取り出したる陣中香はこれ、ガマの油。ガマといってもそんじょそこらのガマとはものが違う。はい、ご通行中の皆様、容貌を奇妙にして珍妙なるこの娘、親の因果が子に報い、生まれいでたるは蛇女。お代は後で結構だよ。はい、入って入って。思い出してたんだ、君
君と出会う前のこと一人で見てた空はどんな色してたかな。思い出せないのは君を知ってしまったから。できるならこの先も君と見る空がいい。なくしたくないもの大事に思えば思うほど確かに少しずつ臆病になってく。僕ら出会いと別れを繰り返してさよならの悲しさも味わって永遠などないことを思い知ってく。星のは奇跡でもなくて特別な光でもなくて当たり前の景色がほら痛いほど眩しい。涙と引き換えに僕ら出会えたのかな。忘れたかった過去さえ抱きしめたくもなる。この先の未来に雨の日だってあるけれど今ならきっと前よりぬくもりを感じれる。世界が日ごとに輝きを増してゆくから僕らはまた一つ欲張りになってく。ねえ君が笑えば嬉しくてまた何度でも欲しくなって足りることなどないことを思い知ってく。誰もが光を望んでいてそれでも悲しみに出会って気づいてゆく感じれなかったありがとうに赤く染まる月をもし僕らが見えるなら覚えててほしい僕らがここにいたことを。おう、コリスちゃんかい。おかえり。特に何をというわけではないのだが、ここにいると落ち着くのだ。お前にとっては古いだけの家具かもしれないが、僕にとってはどれも馴染み深いものでね。そうそう、この跳馬ダンスにふずくえ。僕の生まれ育った家にもあったような気がするな。そんなに声を出すんじゃない。僕はお前と共にこの時代に来たことを悔やんでいるわけではないのだ。確かにあの時代に残してきたものは多々あるが、何かを得るには必ず代償がつきまとう。その痛みと向き合うことを選んだのは他でもないこの僕自身なのだからね。
ところで、新しい小説を書いたのだ。もちろん、パソコンというやつで。不思議なもので、異なる時代に来ても創作意欲は自然と湧き上がる。僕に言葉があってよかった。言葉は時代をつなげるのだ。シェイクスピアの戯曲やアンデルセンの童話のように。言われてみればそうかもしれない。ドイツに滞在した時も、意外と早くその土地の生活様式に馴染んだからな。かつて津和野から東京に移り住んだ時も、特に不自由は感じなかったような。そうだ！いつか津和野に行こうではないか。いかにも。時代が変わっても僕の故郷に変わりはない。僕の故郷の景色をお前にも見せたいのだ。森鴎外記念館？はは、何をバカなことを言っているのだ。僕は記念館などというものを建てられてしまうほどの人間ではない。まったく、夢でも見たのだろう。それともまだ寝ぼけているのだろうか。おやおや、やはり、まだ夢を見ているようだね。どうだ？起きたかい？今のはおはようの中だ。あとは、お姫様抱っこやピロートークという概念も学んだのだが。さて、いつ実践してみよう。それとも今、試してみてもいいかい？さあ、これからたっぷりと実践しよう。僕の可愛いフィアンセ殿。うん、それもそうだ。では、お前の部屋に行こう。こらこら、暴れるんじゃない。ここは黙って、僕に強くしがみつくべきだ。強くしがみついて、僕のキスを受け入れるべきだ。そうだろう。愛しているよ、コリスちゃん。
ああ、なんていい匂いなのだ。醤油の香ばしい匂い、煎茶のまろやかな香り。日本の大地が育んだ奇跡の共演だ。僕の妻は愉快なことを言う。餅のない茶漬けなどただの茶漬けではないか。何を言うんだい。お前もよく甘く煮た牛肉を白米の上に乗せるだろう。それと同じことではないか。それでは、いただきます。実にうまい。醤油が薄く溶けた煎茶の風味が絶妙だ。僕はつくづく果報者だな。こんなに料理上手な女性を妻に迎えることができたのだから。ここに春草もいれば食べさせてやったのだけどな。そうすることにしよう。おや、コリスちゃん。お前は食べないのかい？この後に及んで何を遠慮しているのだ？一緒に食べようではないか。そんなことを気にしていたのかい。少しぐらい太ったところで、お前の魅力は損なわれやしないよ。がしかしだ。栄養を摂取せずに体を壊しては意味がない。やはり食事はきちんととるべきだ。医者の言うことは素直に聞きなさい。僕はお前にいつまでも健やかでいてほしいのだよ。さあ、その可愛い口を開けて。何？お前の手を煩わせはしないよ。僕が食べさせてあげよう。何が恥ずかしいと言うんだい？僕らは夫婦だ。夫婦とは助け合って叱るべきだろう。どうしたんだい？そんなにキョロキョロと視線を泳がせて。ここには僕ら以外誰もいないのだよ。恥じらうお前の顔を見ていると、ますます恥じらわせてみたくなる。ごめんください。おや？お客様かな？たまたま近くに用事があったんだ。突然お邪魔してしまって悪かったね。何？うちはいつでも歓迎するよ。
過去くんには東京医学校の頃から何かと世話になっているのだよ。彼は耳鼻咽喉科学を専門としていてね。まだ我が国では認知度の低い分野だが、いずれ広く名を轟かせるようになるだろう。そういえばお前は過去くんに会うのは初めてだったね。過去くん、紹介しよう。僕の家内だ。家内？ああ、そうだったのか。これは実に美しい方だ。さすが森くんが選んだ女性だけある。こういう時は何というのだったかな。こらこら、主人がいつもお世話になっておりますだろ。何を緊張しているのやら。いいのだよ。初々しくて何よりだ。やはり僕は世界一の果報者だな。こんなに可愛い妻を友人に紹介できるのだから。こら、鴎外さんではなく、あなたと呼びなさいと前々から言っているだろう。もちろん、西洋式にダーリンと呼んでもらっても構わないのだが。照れるな照れるな。そうだ。早速番茶を入れてくれたまえ。せっかくだから、この羊羹をいただこうではないか。いやー、しかし君のご婦人には驚かされたよ。驚くのも無理はない。まったくだ。なんとも愛らしいお嬢さんじゃないか。それにとてもはつらつとしている。なんというか、鹿鳴館あたりではあまり見ない雰囲気の女性だね。私は最初てっきり君が若い女でも囲っているのかと思ってしまったよ。やれやれ、それは心外だな。いやはや、すまない。実に意外だったんだよ。君が結婚したと聞いたとき、お相手は真相の歌人のような女性だと勝手に想像していたものでね。おや、まだ起きていたのかい？うん、そうしなさい。ところで今日は突然の来客で悪かったね。過去くんがお前のことを褒めていたよ。とても愛らしい婦人だと。浮かない顔だね。
何かあったのかい？そういえば先ほど春雷が轟いていたようだが、よほどの嵐にならない限りは予定通り花見を実行しようではないか。雨に濡れそぼつ桜をめでるのもまた一興だ。そのつもりだが。ああ、もちろんお前の体調が優れないのであればやめておくが。明日は午前中に寄るところがあるから、正午に上野の不忍池で待ち合わせをしよう。それでいいかい？では、楽しみにしているよ。おやすみ。コリスちゃん、こっちだ。待たせてすまないね。お腹が空いてはいないかい？なーに、大した雨ではないよ。これも行水だと思えば実に気持ちのいいものだ。まるで春草のようなことを言う。言い方までそっくりだ。やれやれ、お前たちは口調が似るほど親密だったのかい？なぜだろうな。僕は常に貧困法制を心がけているというのに。これは手厳しい。僕は早くも妻の尻に敷かれているようだ。さて奥さん、これから優雅に花見と行きたいところだが、ちょうど昼下の時間だ。実はこの近くに伊豆へといううまいうなぎを出す店があるのだよ。僕が以前からひいきにしている店でね。いい機会だからそこの主人にもお前を紹介しようと思う。私は最初てっきり君が若い女でも囲っているのかと思ってしまったよ。コリスちゃん、今日はうなぎという気分ではないのかい？それならやはり西洋圏の方がいいだろうか。僕はどちらでも構わないよ。お前の好きな方にするといい。愛人？急に何を言い出すのかと思えば愛人とは。
ん？そんな話があっただろうか。はて、なぜだい？お前が僕の愛人だと間違われて、なぜ僕が恥ずかしい思いをするのだろう。むしろ逆だ。僕は褒め言葉だと受け取っているよ。男が本妻以外に囲いたがる女性というのは、ほぼ例外なく器量よしだと決まっているからね。女のお前には理解しがたい感覚かもしれないが、貶められたわけではないことだけは間違いない。しかしそんなことを気にしていたとはな。お前はもう偽のフィアンセではなく、僕の正式な妻だというのに。だが僕も笑ってばかりもいられない。お前にそんな顔をさせてしまう一因は、夫であるこの僕にあるのだからね。いいや、僕のせいだ。ということにして、ここは一つ僕に罪滅ぼしをさせてはくれないだろうか。さあ、手を貸しなさい。ん？ダイヤモンドだ。寸法はぴったり合っているようだね。時間をかけて作らせた甲斐があったというものだ。西洋の習慣に倣うとするなら、婚約指輪として贈るべきだったのだが、思いのほか作るのに時間がかかってしまったのだよ。ようやく完成したとの一報を受けたのは、つい昨日だ。それで先ほど、銀座に取りに行ったというわけなのだがね。どうだい？気に入ってもらえると嬉しいのだが。こんな小さな石程度で、お前の心を引き止めておけるとは思っていない。それでも、受け取ってほしいのだよ、コリスちゃん。僕が終生、変わらぬ愛を貫くのは、お前だけだ。やめる時も、健やかなる時も。僕はお前に、改めて愛と忠実を尽くすことを、ここに誓う。もし承諾してくれるなら、証として、お前の口づけをくれないか。ありがとう、コリスちゃん。皆様、いや、あなた、いや、コリスちゃん。おめでとうございます。全クリというやつですか。おめでとうございます。今、収録してるんですけども、スタッフが全員こっち向きました。
何を喋ってるんだという顔をしております。皆様にお祝いの言葉を差し上げたいと思いまして、今、マイク前に立たせていただいております。ご紹介に預かりました、森鴎外役をやらせていただいております、浪川大輔です。どうぞよろしくお願いします。なんとこの度、メイ恋が、フルムーンとして楽しめるようになったということでですね。これもまたおめでとうございます。トースケルートが追加されたということで、いや、トースケもかっこいい。うん。そして、今収録を終えたばかりなんですが、鴎外さん僕ラジオとかもやらせていただいて結構、月1回ぐらいは演じさせていただいてるんですが、よくこう文字でね、横に文字が流れるやつがあるんですよ、媒体として。それでですね、似てるとか、言われるんですが、どうだったでしょうか？似てましたでしょうか？かれこれ5年ほど役を演じて立つということなんですけども、鴎外さんは本当にぶっ飛んだキャラクターでもあり、真剣なところは真剣で、非常にこう振り幅の広いキャラクターだな、なんて思ってます。つかみどころがないのは、鴎外さんが成長というよりは、鴎外さんはやっぱ鴎外さんだったな、っていうふうに思っていただければ嬉しいなと思いますし、僕もこれからやりがいがあるなと思います。5年も演じて、何がしんどい？何が辛い？いや、ほぼ、95% ぐらいは嬉しいんです。ただ5% ぐらいは辛いこともあるんです。セリフが喋りづらいんです。いるのだよって。何々なものだなって。やっぱり、今先生も見て、こっち見てニヤニヤしてますけども、僕は笑顔を見ると悪魔の微笑みに見えます。こんなこと言うと次の鴎外僕じゃなくなる可能性もありますので、これからも、頑張って演じていきたいなと思いますし、今回も全力でやらせていただきました。鴎外さんは本当に魅力的になるように演じさせていただいてるんですけども、ライトな感じでもこう接することができますし、結構モノローグであったりとか、結構お手紙とか、いろんな今名恋の媒体ありますけども、見つけていただけると結構、こういう鴎外さんもいるんだなんて新たな発見も今でもできるんじゃないのかななんて思います。ということでですね、ぜひとも皆さんに少しでも幸せな気持ちを与えられたらなと思って頑張りました。これからもあと5年、10年、いや、100年ですか。僕は100年後、おそらく来世になってると思いますが、ぜひとも、鴎外さんを可愛がっていただければなと思います。皆様本当に、クリアお疲れ様でした。そしてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、私の挨拶は、これにて終了とさせていただきます。失礼いたします。ありがとうございました。